こんにちは、まんまるなです。ダイソーの最新購入品をご紹介していきます。残りわずかしかなかった人気アイテムも入っています。ぜひ最後までご覧ください。最初にご紹介するのがダイソーの珪藻土水切りマットとキッチンマルチスタンドです。まずはこちらの珪藻土マット。食器の水切り以外にもいろんな場面で使えます。実際に実物を見ると思ってた以上に小さめでした。メインの水切りとしてではなく、乾燥機に乗せきれなかった分や1人分の食事やおやつの後など補助用のマットとしてのサイズ感かなと思います。まずはどれぐらい水を吸収するか試してみます。約3分ほどでサラサラになりました。見た目的には水の跡が残ってしまっていますが、これも数十分経つとほぼわからないぐらいになります。2人分のおやつの後片付けの後に使ってみました。普通に乗せるとこれぐらいが無理せず乗るぐらいの量かなと思いました。キッチンマルチスタンドはこちらは S とあるように小さい方の S サイズを買いました。コップやペットボトルを乾かしたり、ポリ袋をかけて簡易ゴミ袋にしたりと使い方がいろいろできるアイテムです。カラーはブラック、ホワイトの2色です。使うときは広げて、使わないときは折りたたんでコンパクトになります。こちらのマルチスタンドと先ほどのマットを一緒に使ってみます。ペットボトルやコップをかけたり、捨てる前にさっとすすいだ牛乳パックを乾燥させたりするのに便利。このスタンドを一緒に使うとマットに先ほどよりもたくさん乗せられました。再利用したいフリーザーバッグを乾かしておくのにも便利です。さらにこういったお皿を立てられるラックを一緒に使うともっとたくさんの食器を乗せられます。マルチスタンドは調理中の簡易ゴミ箱として使っても便利。折りたためば厚さが約3センチになるので、キッチンや食器棚の隅にコンパクトに収まります。ダイソーで
耐熱グラスとコースターを買ったのでご紹介します。まずは耐熱グラス。ドット模様になっていて、コロンと丸いフォルムがおしゃれな、これからの季節に使えそうな涼しげなグラスです。飲み口が広いので、飲み物も注ぎやすく、持ち手も大きめで持ちやすいです。持ち手部分がブラウンなのでレトロ感もあります。容量は 360ml。大きすぎず小さすぎないちょうどいいサイズ感です。合わせて使いたいなと思って買ったのがこちらの竹ひまわりコースター。私はこの2つの柄にしましたが、店頭にはもっとたくさんの種類がありました。繊細で凝ったデザインのコースター。こちらもこれからの季節にぴったりな雰囲気です。動画では見えにくいですが、裏側にはアクリル板がはめ込まれてて、水滴がテーブルにつかない工夫もされています。竹素材なので、先ほどのグラスと合わせると和な感じになってとてもおしゃれ。次にご紹介するのがダイソーのマスキングテープカッターです。クリップと樹脂製の刃が一体化したテープカッターです。刃はまっすぐ切れる刃とギザギザに切れる刃の2種類を使い分けできます。テープ幅が 30mm 以下、厚みが 11mm 以下のマスキングテープに使用できます。私は透明カラーを選びましたが、他にホワイトとグレーもありました。まっすぐの刃とギザギザの刃が両側についています。クリップを開いてマスキングテープを挟んだらすぐに使えます。まっすぐの方は普通のハサミと比べたら多少凹凸はありますが、直線に近い切り口になります。反対側でギザギザの刃で切りたいときはマスキングテープを入れ替えます。普段から装飾やラッピングなどでマスキングテープをよく使う方に便利な商品です。ダイソーで新商品のパッキンを外せるキッチンブラシを買いました。お弁当箱や水筒のパッキンを直接触らずに外せるように小さなピンセットがついているキッチンブラシです。ピックもついており、ピンセットではつまみにくい場所にはピックも使えます。一体型になっているので、これ1本で細かい部分の掃除をすることができます。ブラシは歯ブラシよりもかなり細めのブラシです。先が90度にカーブしているので洗いやすそうです。歯ブラシの反対側にはピンセットがついています。ピンセット部分を引き抜くとこのようにピックが出てきます。早速使ってみます。タッパーの蓋についたパッキンはピンセットでつまむと簡単に取り出すことができました。しっかりと挟むことができ、揺らしても落ちません。水筒の蓋などのピンセットが入りにくい細かい溝には
小さなピックが大活躍。下から押し上げるようにピックを差し込むと簡単に外れてくれました。ブラシの先がカーブしているので、ブラシを移動させつつ隅々まできれいに洗うことができました。ダイソーで配線カバーを2つ買いました。長いコードやケーブル類を目隠しできるのと同時に粘着テープで壁に浮かせることができるものです。私が行った店舗ではこの2種類があったので今回2つとも買ってみました。まずはこちらが長くてしっかりした材質のもの。50センチのものが2本入っています。カラーは他にブラックもあり、口径が 11mm 用と 16mm 用の2つがあります。そしてもう一方は30センチのものが3つ入っています。口径 9.5mm のものと 13mm のものの2つがあります。カラーは他にブラウンや木目調のものが新発売されています。動画上ではあまり違いが見えないかもしれないですが、こちらの50センチのものの方が高見えしっかりしています。一方こちらはふにゃふにゃですが、普通のハサミでカットできそうなので好きな長さにして使うこともできそうです。前回の動画でコードをフックにかけて浮かせていましたが、よりしっかり浮かせるために専用のものを今回買いました。こんな感じで粘着テープで貼ります。壁の色と合わせれば目立たずにすっきり見えます。こちらは普通のハサミでカットできるのが便利。賃貸なのでマスキングテープで保護してから貼るとよりいいと思います。こちらは上カバーが完全に外れます。間にコードを入れ込んで上からカバーをカチッと音がするまではめ込みます。床にケーブルがなくなり掃除も楽になります。床を伝う長いコードが気になっている方にすごくおすすめのアイテムです。